皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、福島原発の処理水放出について、韓国が壮大に世界から孤立しているなというニュースを取り上げていこうと思います。福島原発の処理水放出については、IAEA と協力して、今タンクに溜めているものを処理した上で、海に放出するということが決定しています。これは菅政権の決めた一つの宝石の一つでもあります。しかし、韓国側はこの問題に対して、韓国の了承を得ていないじゃないかという、一体何様のつもりかわからないような話をして日本側に食ってかかっています。今回 IAEA の年次総会が行われるにあたってこの件について持ち出してきたわけですが、一体どのようなことを言っているのか見ていきましょう。また、全く同じ日に偶然かどうかはちょっとわからないのですが、福島県産の農林水産物についての輸出入問題で一つ前進しているというニュースが出ているので、こちらも合わせて見ていきましょう。後半では韓国がどのような目に遭っているのかについての話と、彼らの主張がいかにおかしいかについて解説を行っていきます。それでは関連ニュースを見ていきましょう。日韓、福島原発の処理水放出めぐり火花。IAEA 総会。東京電力福島第一原発の処理水をめぐり、日本と韓国が21日、オーストラリア・ウィーンで開催中の国際原子力機関 IAEA の年次総会で火花を散らした。東電は処理水を2023年春頃から海に放出する計画で、韓国は懸念を示してきた。この日、韓国側は放出計画について、日本政府が韓国と十分に相談することなく一方的に決めたと主張、再考を求めた。汚染水という言葉を使いながら客観性、透明性、安全を確保するため IAEA の役割は重要と訴えた。これに対し、在ウィーン日本政府代表部の木原大使は、国際社会への説明責任を完全に負うため IAEA と緊密に協力していると主張。海洋放出は技術的に実現可能で国際的慣行に一致すると IAEA は認めていると反論した。再び韓国側が発言したが、木原大使は日本は引き続き様々な利害関係者と対話する用意があると強調。韓国側はより有意義で誠実な協議を期待すると述べた。韓国がうだうだ言っているのと同じ日にこのようなニュースが流れています。アメリカが輸入規制を撤廃。福島県産の米など輸出可能に。アメリカ政府は東京電力福島第一原子力発電所の事故の後から続けていた福島県をはじめとする日本の食品の輸入規制を撤廃したと発表しました。アメリカは福島第一原発の事故の後、日本の食品の輸入規制を開始し、21日の時点では福島県や岩手県、宮城県など合わせて14の県の延べ100品目が対象となっていました。今回の措置で規制が続いていた福島県産の米や栃木県や茨城県産などの原木椎茸の輸出ができるようになるということです。農林水産物の輸入規制をめぐっては EU も来月から輸入規制の一部を緩和すると発表しています。一方、中国や韓国、台湾など14の国と地域では輸入規制を続けています。農林水産省は一部の国はアメリカがどのように対応するか注視していたとみられるので、今回の撤廃は大きな影響があるはずだと話しています。まず今回のニュースの最初のポイントとしては、韓国側は日本に対して食ってかかってきたわけですが、これに賛同するような国というものは一つもなかったそうです。つまり、世界から見れば、韓国は一体何を騒いでいるんだろうとむしろ奇妙に見られていたことでしょう。なぜならば、韓国側が問題にしている今回の処理水放出について言えば、トリチウム水であるということが一つ問題となっています。しかしそれは韓国側の主張において全く政治的な日本を非難するための口実みたいなものに過ぎません。私がなぜそのように断言できるかといえば、この問題というのは実は韓国側の科学者たちもすでに検証を行って報告書を政府に提出しています。その報告書においても日本側の処理というものは技術的に特に問題はないですよという結論付けたものでした。つまり韓国側の政治的な話を抜きにして純粋に科学的に見れば問題視するような出来事ではないのです。また今回紹介した記事にもあるように、韓国側は自分たちの了承を得ていないのになんで日本が勝手なことをするんだという具合にして、明らかに自分たちが上の立場であるかのような態度をとっています。
別に今回のトリチウム水放出について他の国々からの許可など得る必要はありません。なぜならばトリチウム水というのは原子力発電所がある国にあればどこの国においても海洋放出を行っているからです。それこそ日本を非難している韓国にも原子力発電所があり、その原子力発電所からもトリチウム水が毎年毎年ずっと出続けているのです。福島原発で処理水が溜められているタンクの中にはおおよそ1000兆ベクレルのトリチウム水があると言われています。そして韓国におけるトリチウム水の放出量というものは年間でだいたい50兆ベクレル程度だと言われています。福島原発で溜められた水のベクレル量というものは随分大きいなと思うかもしれませんが、これは長年ずっと溜めてきたから総量として多くなっているだけであり、これを何年にも分けて放出すれば別に問題となる量ではありません。なぜそのように言い切れるかについても、これまた実例としてデータがあります。海に放出するベクレル量といったものを考えたときに、最もたくさん出しているのはどこかといえば、それは今回出てきた日本や韓国ではありません。フランスには核燃料廃棄物の処理工場があります。この処理工場で行っている燃料の再処理に伴って出てくるトリチウム水のその排出量というものは年間で1計3700兆ベクレルだと言われています。もちろん年によってその増減というものはある程度あり、常にこれだけの量が出ているというわけではありません。しかし兆を超えたその上の桁である1計というレベルでトリチウム水が排出されているという事実は見過ごしてはいけません。なぜならばフランスにあるこの再処理工場は稼働からもうすぐ半世紀経つ非常に歴史がある、もうデータとしては十分蓄積されたものであり、問題があるのであればとっくに結果が出ているはずです。しかしフランスで膨大な量を放出しているそのような再処理工場があったとしても何ら問題視はされていません。フランスのこの再処理工場の対岸にはイギリスもありますが、この問題について何か声を上げている様子などもありません。当然のようにフランスでそれだけ放出されているのですから EU 諸国も当然のように海に面している国であれば関心があるでしょう。しかしそれらの国々からもすごい問題だねみたいな話は全く聞いたことがありません。半世紀近く経っているにもかかわらずです。その放出量の全体として考えられるのはざっくり言っても30系から40系レベルというものすごい量の放出量なわけです。これは福島原発での処理水タンクの総量と考えれば40倍から50倍、そのぐらいの量というものが出ていても全く問題視されていない。まさにこれこそがデータ的科学的な考えからすれば福島原発が大した問題ではないと考えられる十分な科学的な情報だと言えます。ですから日本が処理水を放出しますよ、そしてその処理水の放出にあたっては国際的な機関である IAEA と協調して行いますよとなれば特に問題がないというのは多くの国々にとってはそうだろうと思う当然の出来事でもあるのです。ちなみに韓国以外の国々で賛同者がいないというのにももう一つ話があって、中国もこの件に関しては特に文句をつけている様子はありません。中国においては今まさに原子力発電所をどんどんと作っていこうという動きがあって、彼らにしてみてもトリチウム水の放出というものは日常的な光景です。ですからトリチウム水を放出するのに何文句言ってるんだろうがぐらいのそのぐらいの感じで見ていることでしょう。一方で2つ目に紹介した記事において福島県産の農産物海産物についての輸出を認めるよというのはアメリカが出したのは私は朗報だと思います。なぜならば科学的にはもう安全だなというのが分かっていても感情的にこれを許さないという考え方というものは広くまだまだ残っているのが現実です。それは日本国内においても未だに福島県産のものについては危険だという人がいるぐらいですから、そうした感情論に基づいた反対意見というものも根強く残っているのです。そしてこのような感情的規制に対してなんとかもうやめてくれないかなという話をしていたのが安倍政権、そして菅政権だったわけです。前回菅総理がバイデン大統領と会談を行った際にはなんとか規制を解除してくれないかという話はしていたそうです。今回ようやくそれが実ったという形になったわけで、隠れた菅政権の功績の一つとなりました。次の政権が誰になるにしろ、菅政権が行ってきたこうした粘り強い交渉の成果をもとにして、アメリカも輸入規制をやめたのだから、今規制をしている国々ももう感情ではなくデータをもとにして
国民を納得させる形で輸入規制をやめてくださいと交渉を続けることが非常に重要となります。そして感情論をもとにして日本を批判する韓国をどんどんと世界から孤立させる方向で、その周りの国々を説き伏せていくというのが日本が行っていくべき外交だと言えるでしょう。韓国に対してはどのようなデータを出したとしても、結局のところ彼らは政治問題化して日本を批判するということが目的化しています。そのことは最初にも述べましたが、韓国側の科学者が問題ないと報告書を上げているにもかかわらず、政治家がそれを握りつぶして今回のようになんとか批判につなげようとしている。そのような行動はずっとこれからも続くと私は予想しているからです。ちなみになるのですが、韓国側がこうした日本側への批判をした時には、基本的に日本というのはあくまでも IAEA との協調をとってしっかりと問題がありませんよという主張はするのですが、韓国側もトリチウム水をだだ流しにしているじゃないかといったいわば反撃的な口調というものは取ってはいません。もう少しそうした反撃的な言葉というものを織り交ぜてくれたらなと私などは思ってしまいます。あなたはこの話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のご利用お待ちしております。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。